はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日はですね、久しぶりにゲームのお話をしたいと思います。はい。ちょっとね、発売から1ヶ月過ぎちゃってるんですけど、ゼルダの伝説、Tears of the Kingdom。皆さんプレイしていますか？ね。もうクリアした方もいると思うんですよ。まあなんかクリアはね、人によって違うと思うんですけど、その Tears of the Kingdom は。まあラスボスを倒した方もいらっしゃると思うんですけど、はい。私もね、発売日に買って、まあちょっとね、いろいろあったのであんまりプレイはできてないんですけど、少しずつ進めております。はい。まあ間違いなく今年のゲームオブザイヤーですね。もう神ゲーってやつですね。もう神ゲーの中の神ゲーですね。はい。まあよくね、このゼルダ、まあ、前作のね、一個前のブレイスオブザワイルド。まあ日本ではブレワイって呼ばれてますけど、で、今回のね、2作目のティアーズオブザキングダム、ティアキンって言ってますけど、このブレワイとティアキンをプレイした人がよく言うのは、生きてるうちにプレイできてよかったみたいなことをよくみんな言うんですけど、私も本当に思いますね。なんかこうリアルタイムでこの発売日にこの感動をね、なんか皆さんと共有できることがすごい嬉しいなって思うぐらいの神ゲーです。はい。なので今日はそのTears of the Kingdom はどんなゲームなのか、私がその前作のブレスオブザワイルドをプレイして、良くなってるというか、もっと良くなった点を4つ紹介しますので、まあ、まだ買ってない方、まだプレイしてない方、ぜひ参考にしてください。はい。まあ、ブレイスオブザワイルドはね、知ってる方多いと思うんですけど、まあ、ゼルダ初のオープンワールドのゲームです。はい。まあ、なので、一応敵のボスとかもいるんですけど、もう自由に、ゲームを進めることができるんですよね。はい。もう山道に行ったり、森に行ったり、海を泳いだり、いろんなことができるんですよ。馬に乗ったりとか、宝物を探したりとか。で、ブレスオブザワイルドの、まあ、2みたいな、ブレスオブザワイルド2って言われる作品が Tears of the Kingdom なんですよね。うん。なので、その、何が2かっていうと、マップが同じなんですよ。同じマップで、その、ブレワイの、ま、おそらく6年後多分、6年後の世界が、そのティアキンなんですよね。だからなんか発売前は、そのマップが、そのハイラルという街がメインなんですけど、そのハイラルと同じだから、あんまり期待してないみたいな、あんまり変わらないんじゃないかみたいな人が結構意見が多かったので、なんか私もそんなすっごい期待してるわけじゃなかったんですけど、まあ、今回プレイしてみて、全然違う。同じマップなのに、なんか登場人物そんな変わってないのに、全然違うみたいな感じですごい感動しました。はい。で、まず私がね、この4つ、今回のティアキンで良かった点、4つ紹介するんですけど、まず1つ目。1つ目はですね、まあ、マップの広さですね。マップの広さ。はい。ブレワイとマップが一緒ってさっき言ったんですけど、それは地上のマップだけですね。今回のティアキンは、まあ、ちょっとネタバレになるんですけど、空の島のマップと地上マップとあと地底マップっていう下のマップがあるんですよね。はい。この3つのマップなのでなんかマップはだいたい2倍の広さになってるようです。前作から。そう。で、まあこれです。まあいろんな意見あるんですよね。マップ広すぎるって嫌だって人ももちろんいるんですけど、何をすればいいかわかんないとか。そう。でも私的にはなんかマップが広いから、なんか冒険が終わらない感じがしてすごく嬉しい。なんかずっとワクワクしてる。ね、次は何があるかなみたいな気持ちがすごいずっとあるから、なんかそれはすごく嬉しい。特に一番人気がない地底マップが私は結構好きですね。
昨日もね、地底を2時間ぐらい、冒険してたんだけど、真っ暗なんだけどね、で出てくる敵も超キモいキャラとか結構いるんだけど、なんか、お宝とか結構見つかるし、その今までの地上マップと全然違うから楽しいです。うん。このマップの広さね。はい。で、地上マップも前作と一緒なはずなんだけど、なんか全然違う。出てくる敵も違うし、アイテムとか、なんか雰囲気とかも変わってるから、なんか楽しい。はい。まあ一つ目だから、そのマップの広さが最高。うん。で、二つ目はですね、敵キャラが増えた。敵キャラの種類がめちゃくちゃ増えてて、なんか、ボスがもちろんいるんだけど、ストーリー上にね。なんか、そのストーリー上以外の、なんか、キャラ、敵キャラがすごく増えてるんですよ、種類が。そう。で、なんか、強キャラ強いキャラも増えていって、それが楽しいですね。はい、出会った時は結構びっくりしますね。お前誰だよみたいな感じで。前の作品にいなかったじゃんっていうキャラが結構いっぱいいて。うん。いいなと思います。はい。これが2つ目。3つ目はですね、なんか新しいアイテムを見つけた時の嬉しさが前作よりなんか増した。うん。なんかね、前作のブレスオブザワイルドも最高なんですけど、なんか前作のちょっと残念だったポイントが、アイテム、新しいアイテムとかを見つけても、なんか、あんまり嬉しくなかった。なんか武器の種類とかもそんなに多くなくて、で、ゼルダのこのゲームは武器が壊れるんですよ。使い捨てなんですよね、武器とかって。だからなんかすぐ壊れるし、なんかあんまり武器で喜んだ記憶がなくて。うん。でもなんか今回は、あの武器の種類がめちゃくちゃ増えてるから、そのお宝をゲットした感がすごい嬉しいのと、あと、コスチューム、服が、なんか前はショップで買うんだったんだよね。で、今回はショップで買うのもできるんだけど、そのなんか新しいコスチュームをどっかの宝箱で見つけるみたいな。そう、洞窟の中にあったりとか、そう、敵を倒してゲットできるとか、なんかそういうアイテムをゲットした時の嬉しさが増えたっていうのも今回のティアキンのいいところかなと思います。はい。で、4つ目、まあ、最後なんですけど、4つ目はね、街の雰囲気が前回より良い。うん。なんか、ブレイス・オブ・ザ・ワイルドの時って、なんていうの、厄災大変な、なんかたくさんの人が死んで、大変なことが起こった厄災の100年後なんだよね。で、ゼルダが100年の眠り、ゼルダじゃないや。リンクが100年の眠りから目覚めて、一人で冒険するっていう感じだから、仲間がほとんどいないんですよ。そう。だからね、ちょっとね、悲しいの。ブレイス・オブ・ザ・ワイルドって。ちょっと悲しい。うん。最後とか私ちょっと泣いちゃったもんね。仲間がみんな死んじゃってるっていう事態ね。うん。なんだけど今回はその厄災も終わって、そのゼルダとリンクが出会って、その街が復興している。みんなでもう一回頑張ろうみたいななっている環境だから、もう仲間がいっぱいいるんだよね。そう。だからね、なんか楽しい。なんか雰囲気がいい。そう。雰囲気がいいから楽しいです。はい。うん、なんか良かったねみたいな、リンク一人ぼっちじゃないねとか、ゼルダも一人ぼっちじゃないねみたいな気持ちになります。はい。まあもちろんね、事件は起こるんだけどね。うん。はい。まあ、ざっくりね、この4つが私の中で、そのブレスオブザワイルドと比較してね、良かったなっていう点です。はい。まあ、あとはね、今回の Tears of the Kingdom の一番の変更点は、なんだっけ、なんかなんとかハンド。なんだっけ名前。あ、すっごい忘れちゃった。ワイルドハンドだっけ、ウルトラハンドみたいな、そんな感じ。あ、やべ、名前忘れた。最低。ウルトラハンドだっけ。で、なんか右手、右手を使って、いろんなね、ことができるようになるんですよね。うん、物をくっつけたりとか、天井を突き抜けたりとか。この天井を突き抜けるのマジで便利。
登らなくて済むから、ピューンって。そうとか、戻れ子って言って物を元に戻すみたいなこととかもいろいろな、結構頭を使うよねって思った。いろんなね、からくりがあって、そのパズルを合わせていくっていうのもやっぱ楽しいよね、今回も。ね。そう、そんな感じで Tears of the Kingdom 最高なんですよ。はい。で、まだ、ブレイス・オブ・ザ・ワイルドはやったんだけど、Tears of the Kingdom やってませんって人はぜひやってみてください。そう、ブレイワインをプレイして楽しかった人は、テアキン絶対に楽しいと思う。なんか懐かしさもある。あ、ここあったよね、みたいな。はいはいはい、このハイラル城ね、あったね、とか。ここのね、宿屋、この村、ね、みたいな。果ての村、いい村だね、とか。ちょっと懐かしさがあって楽しいです。はい。で、まだ、そのゼルダをプレイしたことない人は、ブレイス・オブ・ザ・ワイルドからプレイした方がいいかなと思います。はい。そう、Tears of the Kingdom もやっぱりすっごい最高のゲームで、ほんと別ゲーだと思うんですけど、ブレイス・オブ・ザ・ワイルドと Tears of the Kingdom がね。その2つは別ゲーだなと思うんですけど、ストーリーがやっぱつながってるし、やっぱりなんか続編感がやっぱ強いので、なのでやっぱ一から始めた方がいいんじゃないかなと思うので、まだやったことない人はブレイス・オブ・ザ・ワイルドからプレイするのをおすすめします。はい。だね、私も今日ね、ちょっと仕事終わったらまたやろうかなと思います。地底が好きだから、また地底に潜るかな。地底好きなんだよね。そう。なんか好きなんだよね。そう。ということで、そのティアキンプレイしてる方、ぜひ YouTube のコメントでいろいろ教えてください。はい。私もまだまだね、多分10%ぐらいしか進んでないので、まだまだね、私の知らない要素がたくさんあると思うので。はい。ということで、今日は、Tears of the Kingdom についてでした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。で、今日アップされてるのは多分6月の18日の日曜日だと思うんですけど、今日の夜ですね、9時から、あと2時間後に、YouTube ライブをしますので、ぜひ皆さんお待ちしております。はい。1時間ぐらいやるかな、お話しましょう。はい。あとは私のペイトレオン、こちらのメンバーも募集しております。今回のエピソードで出てきた新しい言葉とかを、の意味を、紹介してますので、はい、ぜひチェックしてみてください。あとシャドーイングコースと会話レッスンの、新しい生徒も募集しております。よろしくお願いします。はい。ちょっと暑いね。なんかね、今クーラー入れてないんだよね。クーラーうるさいからさ、クーラー入れてないんだけど、暑いわもう。はい。もう夏？早くない？無理なんだけど。無理なんだけど。はい。ということで、皆さんなんか最近ね、体調崩す人も多くて、私も最近ちょっと体調崩したんだけど、気をつけてね。コロナとかインフルエンザとか。はい。ということで、また次回。さようなら。